こんにちは、すみれです。今日はビジアートから出ているこちらのグランデプロ2についていろいろとお話ししようと思います。現在ね、残りまだ売ってるところもあるかもしれないんですけども、それらが販売し終えたら新たに作られることはありません。製造販売完了になります。理由としては、このパレットを作る時にね使われた原料のうちでね高い成分を使ったものがあったようで、その成分が今後入手がなかなかできないということで、全く同じものをもう作ることができないそうです。ただ値段も高かったりするので、今回のレビューでねスウォッチからこういった質感とかいろんな使い方、そういったものすべてね皆さんに共有していこうかなと思います。色味気になっている方いらっしゃると思うので、早速ね色の紹介からしていきたいと思います。で、色を見るにあたってこのパレット全部質感があるものになってるんですが、6つの質感が入っています。そしてこの質感は縦列ごとで分かれています。なので6列ね縦にあるので6つの質感が入っています。では早速1列目から見ていきたいと思います。まずこの1列目はクレステリンハイライター、全部ねハイライトになる色味になってますね。この目の高い部分に使ったり、顔のハイライトに使ったりとかね、顔中好きなところにハイライトとして使う色味になっています。で、私が好きなのが特に右から2番目がね輝きがとっても強いんですね。これ大好きです。で、他のものは少し抑えめになってると感じる方もいらっしゃるかもしれないんですが、実はちょっと理由があって、プロの方々が使うことを第一に想定されているので、そういった方々っていうのはテレビ撮影だったりとかスタジオ撮影だったりとか映画の撮影だったりとかね、基本的に照明がたくさん当たるような環境下ですよね。なのでそういった環境下でおいての見え方っていうのをしっかり考えられているので、そうするとこんな感じになるんですけども、すごくね輝き具合が強いんだけどもトゥーマッチすぎないですよね。かといって右から2番目のねしっかりと強いものもちゃんと入っているってね、バランスが取れてると思います。そして2列目、こちらはプロズマティックメタリックといった質感になっているんですが、全部サイズ感が違ったグリッターがそれぞれ入っているんですね。そして色の出方もねミディアムからフルカバレッジぐらいの見え方で、しっかりとね色味が詰まってると思います。これもね私右から2番目の色味がすごく好きで、ちょっとデュオクロムっぽいんじゃないかなって感じるような見え方もしてくれるんですね。実際に蛍光灯の真下で見てみると、こうしてラメ感の大きさの違いっていうのもね明らかに分かりますよね。とってもね綺麗だなって個人的に感じてます。そして3列目はクロマティックホイールといって、すごくねリクイッドタイプのメタリックみたいな強いメタリックの輝きをね出してくれるようなものになっています。そして蛍光灯の真下で見てみるとね、もっと色の出方がよくわかるかなと思うんですが、このグランデプロに関しては他の12色とかのものに比べて色素の配合率がもっと多く入っているので、その分発色がとても良くなっています。そしてこの3列目と4列目に関してはグリッターがね一切入っていないので、ラメ感とかが好きじゃない方はねこのぐらいねこの色味だけですごくホイール的なねすごく綺麗なメタリック感っていうのが楽しんでいただけるかなと思います。そして次の4列目もラックスメタリックといってしっかりと色味が出てますよね。で、これも蛍光灯の下で見てみるとしっかりとね色味っていうのが綺麗に見えてくれると思います。とっても発色もいいし、ラメ感が苦手な方でも綺麗にメタリック感っていうのが出てくれるものになっています。次に5列目、こちらは全部デュオクローム入っています。ただこのデュオクローム感はあえてちょっとシアー感があるような仕上がりになっています。肌がちょっと透けて見えるようなね透明感があるような、なおかつ輝きが強いタイプですね。で、このタイプっていうのは照明が当たった時の光がねすごく綺麗にこの動いてくれるんですね。そういったことを考えられて作られているんですが、みんなねとっても私は好きな仕上がりになっています。最後に6列目、これはグリタリングトッパーといってグリッターがねしっかりと入っているタイプになります。このパレットで2列目と6列目っていうのが基本的にグリッターねラメ感が入っているんですが、ここで大事なことが一つ、これらのシャドウっていうのは単体で使われることは想定されていなくて、必ずこれをくっつけてあげるような糊の役割をしてあげるようなものと使うことを想定されています。
イメージで言うとつけまつげです。つけまつげってそれだけで使わないですよね。必ず糊とセットで使いますよね。これもそう、必ずそういったプロの方々が使うようなミクシングミディアムとかグリッターの糊でもいいんですけども、そういったものと一緒に使うことっていうのが前提なので、それをね特に知らないで普通に使ってしまうと、やっぱり時間が経つとポロポロラメが落ちてくるので、このブランドじゃなくてもメイクアップバイマリロとかイングロットとか他のメーカーからでも似たようなものが出ているので、そもそもがそういった落ちないものと使うことを想定されて作られているようなフォーミュラになっているので、私の動画を見てくださった方はそこまでねぜひ知っていただければなと思います。で、人によってはそんなねいちいちこの他のものと使ってねめんどくさいなって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、基本的にこれはプロの方々が使うっていうことを前提で考えられているので、そのプロの方々ってトレンドを追いかけるのではなくてトレンドを作る方ですよね。なのでキットの中にはいろんなタイプのグリッターがあったりとか、こう常にいろいろ混ぜたりとかバランスを整えたりとかしてルックを作っていくんですよね。そういったことを想定されているので、こういったフォーミュラもね普通に入っているんですが、一般のね方が使う時っていうのはそこをね意識していただかないと、おそらく使いにくさっていうのはすごく感じられてしまうと思います。それだったらもともとラメ感が落ちないような処方になっているものも出ているので、そういったものを好む方もいらっしゃると思うんですが、ただいろいろ混ぜたりとか自分で調整されたい方っていうのはこういったものもね全く問題がなく使えるかなと思います。で、このパレットは175ドルで全部で30色入っていてアメリカ製になっています。で、ビジアートはアメリカとフランスにラボがあるんですけども、どちらのラボで作ってもクオリティが同じになるようにしっかりと管理されています。そして1色あたり 2g 入っているのでたっぷりとね容量は入っているし、あとは全部ねマグネット式になっているので自分で並び替えたりマグネット式のパンに練り替えたりすることもできます。そして一番私が好きなのが使用期間36ヶ月、もう3年間も持つっていうのがとっても大きなところかなと思います。あとは動物実験をしていないクルエリティフリー商品になっています。で、ここは動物実験をしないだけではなくて超敏感肌の CEO のアナスタシアさんの肌で試されて最終確認の OK が出ています。で、彼女は目周りもね特に敏感でシリコンとかにも弱いようなんですけども、アイシャドウの中にねビジアートは基本的にシリコンなのでほとんど入っていないんですが、デュオクロームに関してはシリコンがないと作るのはとっても難しいとのようで、これに関しては特別に少しだけシリコンは入っているんだけども、これらは全部アナスタシアさんの肌で大丈夫だったものになっています。そしてこの商品の中には動物由来の色素、赤色の色素ねカルマインが使われているのでビーガン製品ではありません。で、私はねこのパレット実際に使っていてどうかというと、一言で言うと大好きですプロでね実際にこのトレンドを作ってる方々だけではなくて、メイクがすごく好きでいろいろとね色味を混ぜて使ったりとか調整したりとかするのも好きだったり、冒険したい人っていうのにはとっても向いてると思います。逆にこういったねグリッター感が強いものとかでもミクシングミディアムとかでもバッチリと使いこなせるようになりたいとかね、いろいろモチベーションにもなるし、何よりねパレット綺麗なんですよ。もう開けた時の感動が一番大きかった。今までいろんなパレット買ってきたけど、開けた時の感動が一番大きかったのが実はこのパレットになります。だからねほんと今後成長されないのが残念なんだけど、でもこういったものはねぜひ今後も作ってもらいたいって私はこう願いがあるので、皆さんもコメント欄でそういった声をどんどんぜひ上げていってもらってビジアートにねちょっとこの声を届けたいって思うんですけども、とにかくねこのパレットね全部質感があるんだけども、欲しい理由がラメ感とかグリッター感が大好きで、パッと指で取ってねもうのせるだけでいいって簡単にメイクしたいって方には私は向かないと思います。やっぱりとちょっとねこのプロの方が使うような使い方っていうのをしていくものにもなってくるので、そういう使い方を逆に楽しめる人、いろいろと自分でやっていきたいって言った方はすごくこれは楽しめるし、ディオクローム感もパッドマックグラスぐらいにこのもうギラギラっとね光に当たった時とかものすごいもうギラギラメラメラしてる、そのぐらいのものが欲しいって言った方はこれはシアー感があって透明感があるようなものなので、ちょっとそこも求めるものには足りないかもしれません。ただパッドマックグラスみ
たいにもうギラギラしちゃうまではいかなくても、強い輝きは欲しいんだけどもトゥーマッチになりたくないっていった方はすごく向いてるかなって思います。でメタリックに関しても本当に色の出方が綺麗だったりするので、私はこれ全体的に見てとっても気に入ってます。でこのパレットね、プロ向けっていうことをお話ししていますが、このプロ向けと一般の消費者をね一番に考えられて作られているパレットの違いっていうのは、もちろんビジアートの製品はプロの方から一般の方々までみんな使ってもらうことはできるんですが、パレットによってプロの方を第一に考えられて作られているものか、または一般消費者の方が第一で考えられているものかって変わってくるので、一般消費者であればマットのシャドウでも質感があるものでも一つのパレットに一緒に入っていて問題はないんですよね。なので一緒にも入っているし、サイズもねすごくちっちゃくて持ち運びもできやすかったりとか、そういったものが出てるんですが、プロ向けのものっていうのは12色のものとか、このグランデプロとかもそうなんだけども、こう並べやすかったりとか、パッと見てね中身が分かるようになっていたりとか、質感もマットはマット、シマはシマとかでねちゃんと分かれて、ラメ感とかがねマットに邪魔しないようにねなっていたりとか、そういった違いがあるんですが、これらに関してはグランデプロ1のレビューでもね詳細をお話ししているので、ぜひねそちらも見ていただければなと思います。でこのパレットね、値段が値段で高いので、やっぱりそういったことをきちんと頭に入れた上で皆さんにぜひ検討してほしいなっていった気持ちがあったので、今回の動画ね少しでも参考にしていただければとても嬉しいです。ライクやコメント欄でぜひ教えてください。またね質問などありましたらコメント欄でも教えていただければ回答していきたいですし、そしてすでにこのパレットをお持ちの方がいらっしゃったら、コメント欄にどんどん返信していただいたりとか、お気軽にね使用感とか好みっていうのを皆さんに共有していただければ、他の方もね見れるのでコメント欄を活用してみてください。ということでまた他の動画でお会いしましょう。バイバイ。